聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンアセヨ、風花です。11月最初の歌会でございます。今回はまずお知らせがありまして、カンバラを聞こうのポッドキャストが YouTube や YouTube ミュージックでも聞けるようになりました。 YouTube の母体は Google なんですけれども、 Google には Google ポッドキャストというポッドキャスト専用のアプリがあるんですけれども、今後そちらを廃止して YouTube ミュージックに統合していくという流れだそうですね。で、今は多分その準備期間なんですけれども、私は普段 Spotify for Podcasters というアプリからポッドキャストを配信していてですね、そこに音声をアップロードすると自動的に Apple Music、Spotify、Amazon Music などに同時配信される仕組みになっているんですね。で、その配信先の一つに YouTube も加わったっていう感じなんですよ。なので今後自動的に YouTube にもポッドキャストが配信されます。で、私はもともと YouTube にポッドキャストがないから見えるラジオをやってたんですけれども、今後は YouTube もポッドキャストに力を入れていくということなのかもしれないですね。で、動画のスタイルは変えずに今まで通りやっていくつもりでいますが、 YouTube とポッドキャストを接続したことでですね、今 YouTube のチャンネルの中のコンテンツ数が大幅に増えてちょっとカオスになっています。で、今後整理されていくとは思うんですけれどもね、皆さんぜひ YouTube の方もチャンネル登録をよろしくお願いします。続いてリスナーさんからメッセージをいただいておりますので紹介します。ラジオネームかもしんさんからいただきました。いつもありがとうございます。こんにちは。12月のリクエスト企画ありがとうございます。今回はソン・シギョンさんのヒジェをリクエストさせてください。以前風花さんがソン・シギョンさんのファンミーティングに参加された回の時、ファンの方が今後キーを下げてもいいから歌い続けてほしいとおっしゃっていたと聞いて興味を持ちハマりました。サビの終わりの物悲しさが何とも印象に残り何度も聴いています。サビの音程変化も難しい曲だとは思いますが、できればお願いします。ということでメッセージとリクエストをありがとうございます。番組を聞いてソン・シギョンさんの曲に興味を持ってくださって、さらに聞いてハマっていただいたということで、これは本当に推し活冥利につきますね。もともとこの番組のコンセプトは私のオタ活であり推し活なのでもちろん私の話や歌を聴いていただけるのはとても嬉しいんですが、番組をきっかけにカンバラを聴いて知っていただけるというのはね、さらに嬉しいです。そしてリクエスト曲はヒジェということで、いや、めちゃくちゃいい曲ですよね。いや、私も大好きでいつか歌ってみたいと思っていた一曲です。なんですが、ヒジェはソン・シギョンさんの曲の中でも最難関かつ非常に人気がある曲なので、正直に申し上げますと、このリクエストをいただいて一瞬青ざめましたもうどんな曲でもいいですよとか言っといてね、いざリクエストをいただいて青ざめるという事態だったんですけれども、でもせっかくねリクエストをいただきましたので、ちょっと気合を入れてしっかり練習して頑張りたいと思います。これまでもジョソンモさんの曲とかソン・シギョンさんの曲はリクエストでカバーすることが多かったんですが、好きすぎて逆に自分からは選べない楽曲ってあるんですよね。なんかもっと上手になってからとか、いつかはカバーしたいなとか思ってるまんま踏み出せてないっていう曲も実はたくさんあって、ヒジェは私にとってまさにそういう楽曲だったので、今回リクエストで背中を押していただきました。ありがとうございます。そして12月のリクエスト企画の楽曲はまだ引き続き受付中ですので、ぜひ気軽にリクエストを送ってください。もう何度リクエストを送ってもらっても大丈夫です。で、今回ね、青ざめておいて気軽にっていうのもおかしな話なんですけれども、募集中ですのでぜひよろしくお願いします。さて、今月のテーマ、ユンサン先生の楽曲の1曲目はサランミラン、愛というのはという曲をカバーして紹介します。韓国では一生聴き続けたいくらい大切な歌のことをインセンソング、人生ソングと表現するんですけれども、
まさにこの曲は私の人生ソングの一曲ですね。私はバラードを聴くのも歌うのも大好きなんですけれども、歌詞の世界に深く共感する曲って実はそんなに多くはないんですよね。いい表現だなとか素晴らしい歌詞だなと思う曲はたくさんあるんですけれども、その通りだなって思う曲はあんまりないんですよね。でも今日紹介する曲サランギラン愛というのはという曲はですね、個人的にとっても歌詞の内容に共感する曲です。こういった素晴らしい楽曲と出会うとですね、本当に生きててよかったなと、人生の喜びを感じるのと同時に、なんかねオリジナル曲を書く気がなくなっちゃうんですよね。いやもうすでにこんなにいい曲が世の中にあるのに、私があえて新しく書く必要があるのかっていう気持ちにもなったりします。なのでやる気を出しているのかなくしているのかよくわからないことになるんですけれども、とてもね感銘を受けた一曲ですので、今月の一曲目に選びました。サランギラン愛というのはという曲は2000年発表のユンさん先生の第3週アルバムクリーシェに収録されている曲です。この第3週アルバムはユンさん先生の中でも最高の作品というふうに言われていて、2018年の韓国大衆音楽名盤100選の81位にも選ばれています。シンセサイザーの多彩な音色や曲によっては民族楽器の音も使われていたりですとか、音楽ジャンルの広さも魅力の一つだと思いますね。アルバムの1曲目が竹内まりやさんの楽曲を彷彿とさせるようなシティポップの雰囲気で始まるんですよね。でその他にも AOR だったりバラード、そしてジャズやボサノバの楽曲まで幅広く収録されています。本当にどんな楽曲でも作れるんだなというユンさん先生の音楽性の広さ、そしていいサウンドへのこだわりを感じることができる一枚なんですね。1枚というか2枚組のアルバムなんですけれども、ユンさん先生のアルバムを何から聴いたらいいかと迷ってる方がいらっしゃったら、ぜひこの第3週アルバムクリーシェをおすすめしたいですね。そして今回調べてみたら、アルバムタイトルになっているクリーシェという言葉はフランス語で決まり文句とか定型表現っていう意味だそうなんですよ。でもこれだけ当時ですね、先進的な音楽表現が詰まったアルバムのタイトルを定型表現という言葉にしたのはどういう意味が込められてるんでしょうかね。これね、もしご存知の方がいらっしゃったらコメント欄とかメッセージで教えてください。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきます。この曲の作詞は先週紹介したユンさん先生の専属作詞家とも言える存在のパク・チャンハク先生が担当されています。作曲はもちろんユンさん先生です。この曲で歌われているのはまさに大人の失恋なんですね。おそらく恋人が浮気してしまうんだと思うんですよ。でそこに残念な気持ちはありながらも、でもそうなってしまったらもう愛は続けられないよねと、最終的には相手を許して離れていくという内容になっています。今日は1番の歌詞を紹介しますね。내가 보이긴 할까?僕が見えるかい? 너희는 거기서,君がいるそこで. 달콤한 유혹이,甘い誘惑が 너의 눈을 가려버린 지금, 君の目を遮ってしまった今. 언젠가 내게 말했지? いつか僕に言ったよね. 진실한 사랑은, 真実の愛は 정해진 룰에서 벗어나지 않는 거라고, 決められたルールから逸脱しないものだという歌詞なんですね。まずここが前半部分です。おそらく恋人が自分でルールを作ったのに自らそのルールを破って浮気をしたっていう内容だと思うんですよね。でこういう出来事があったということが綴られています。そしてその後のサビにあたる部分の歌詞に行きます。그럴 수도 있겠지、そういうこともあるだろう。우리의 삶에、僕たちの人生に정답이란 없는 거、正解というものはないことを。오랫동안 꿈꾸어온 사랑이、
長い間夢見てきた愛が다를 수도 있겠지. 違うこともあるだろう。들어봐. 聞いて。나의 사랑은 함께 숨쉬는 자유. 僕にとっての愛は一緒に息をする自由だ。애써 지켜야 하는 거라면, 頑張って守らなければならないのなら、그건 이미 사랑이 아니지. それはもう愛ではないだろう。という歌詞です。とても論理的で客観的だと思いますね。人生に正解なんてないとか、愛は一緒に息をする自由だと。このあたりの言葉はね、非常に共感します。お互い自由な大人同士だけれども、それでも一緒にいることを選択し続けるから愛が続くんだと思いますね。そしてそれをもう無理して頑張って守らなきゃならない状態になってしまったなら、もうそれは自由な選択とは言えない。つまり愛ではないよねということが歌われているんだと思います。では曲を聴いてみてください。ユンさん先生のサランギラン愛というのはという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っております。静かな曲なんですけれど、結構ボーカルのメロディーラインのアップダウンはあるので、どういう表現でもできる曲なんですね。もっと絶叫して大きい響きで歌う表現も合う曲だと思います。そして今回自分はどう歌いたいかなと考えてみてですね、自分がこの歌詞と同じような状況を経験したらどう思うだろうかとちょっと想像してみたんですよね。多分私は呆れると思うんですよ。恋人が自分でルールを作ったのになんかそれを破って浮気したってなったらね。でもお世話になった人だし、一度は愛した人だから、そこに関してはありがとうっていう温かい気持ちも込めつつですね、若干諦めとか悲しみを込めた感じで歌ってみました。最後におすすめの動画を紹介して終わりたいと思います。まずですね、ユンさん先生がテレビ番組でこの曲をキム・ドンニュルさんのピアノ伴奏で歌っている動画がありましてですね、こちらが素晴らしいのでぜひご覧になってみてください。そしてキム・ドンニュルさんがとってもピアノが上手で華やかでかっこいいんですよね。それともう一つですね、ソン・シギョンさんもユー・ヒヨル先生のスケッチブックでこの曲を歌ったことがあって、その時はユー・ヒヨル先生が伴奏しているんですけれども、このカバーも本当に素晴らしいのでぜひご覧になってみてください。この動画は公式のものが出てるんですけれども、シギョンさんがスケッチブックに出演した時の歌唱動画の寄せ集めみたいになっていて、全体で1時間半ぐらいの尺がある動画なんですよ。で、私はご飯を作る時とかにこの動画を BGM にしてるんですけれども、これね、全曲おすすめです。で、今日紹介した曲サランギランはですね、1時間10分ぐらいのところに出てきて、概要欄にチャプターが載ってるのでね、そこから見てみてください。で、この2つの動画ですね、概要欄にリンクを貼っておきます。そして今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。OK。ちょうどいいね。